飯旅 Season 5今回の飯旅はなよろ種別ほろかない界隈発見です。それでは早速Let's get it started 1. Fureng Oshok Ji no Misa Kazeno Yorimichi 道の駅もち米の里名寄内にありますレストラン。お盆休みということもありファミリーにいろいろ全員来てますね。すごい人にお猿さんまで来てたよ。それは和歌山から巡業に来てた猿回し。おいちゃんはデミカツ定食ってのをいただきたくってね。デミカツ言うたら岡山らへんが盛んなんですが、飯旅で過去に何件かご紹介しておりますがね、いまいち岡山あたりでうまいってやつ見つけられてないんで、これね多分ドリアンのエスカロップがほらほぼデミカツじゃん。そっか、ある意味エスカはデミカツか。むしろタケノコピラフが美味しいしね。でしょう。ドリアンのエスカロップ大好きだからね。岡山でデミカツ食べてもってなってたのかなってね。そっか、なるほどね。はい、このデミカツは濃厚ながらもさらっといただけるソースが癖になる和風だしのデミなのかな。ああ、私もそう思う。デミ言うたらさ、とろっとドロッと系が多いけれども、ここのはシャバくって酸味が爽やかだから、岡山のともドリアンエスカとも違った感じ。ポークチャップ寄りのデミって感じかな。カツもさっくり上がってていいですね。ペロいきましたよこりゃ。こういう他にないものが売りのご飯屋さんってのはありがたいっすね。そうね、食べに行ってみよっかなるもんね。だ私は8月の限定メニューという鉄火丼そばセット。これ大好きなものばっかりなので、これはこれで最強セット for me でございます。 Psyche or set for な me かなかのボリュームある鉄火丼。本マグロじゃないけど鮮度もいいし、大きめの切り身が6枚も、しかも酢飯なのが感動しましたね。それは素晴らしい。レストランだと白米でやっちゃってるパターンが多いからね。なのよ、一手間かけてくれるのが嬉しいですね。へえ、満腹じゃーと壁を見ると、なんとなよろプリン復活のポスターが。おー、嬉しいじゃないですか。食後のデザートにちょうどいいんじゃないね。なんと今年2月に閉店してしまった名店ブラジル産のプリンが復活とな。そうなんです。ブラジルの社長さんの指導のもと、こちらの風蓮特産館で製造されているそうなんです。ってことで早速購入。ついでになよろ名物いろんな大福シリーズからマンゴー。さすがはマンゴー。大福にしても美味しいね。お餅が柔らかくってもっちもち。さすがはもち米の里名寄だ。プリンも美味しいね。これは飲めるプリン。ヨーグルト並みに柔らかくって滑らか。フラノデリスのプリンとすっとこどっこいの柔らかさ。それはどっこいどっこいだろ。うるさい、いける。甘さ控えめで好き。これは吉報ね。だ。 2. Horo Kanai Soba Dining Soba no Sato 幌加内清和温泉ルオン都内にありますレストランそばの里さん。建物の横にもそば畑があってなんとも幌加内らしいところでございます。ブギウギ専務のそば畑もあったよ。ねえ、もしかしてここのそばは隣で栽培してるんですかって聞いたら、あれは観賞用ですって笑われちゃった。そばは別の畑で栽培してますだって。どこでも人を笑わせてるんだね、あなたって人は。まあね、不本意にね。こちらでは幌加内で研究を重ね10年の歳月をかけた新品種ほろみのりの石臼びきそばがいただけるんです。そうなんだ。そりゃあ食べてみたいね。そば。普段は初見は森かざると決めてるグリーンですが、今回は人生初こちらのそばをいただきます。というのはこれです。この絵面が欲しかったのであります。おー、とろろか。いいね。ちなみに月見そばも似たフォルムなので迷ったんだけど、なんとなくとろろで。なんとなく月夜のそば畑をイメージしたような白いこんもりの感じ。確かに。ところでとろろそばってどう食べるのが正解？最初はそばつゆつけて食べてみたり、やっぱりぶっかけみたいに食べた方が美味しいのかとかね。そりゃフリースタイルさ。でとろろ関係まず食べることないんでわかりませんが、牛タン屋で数回麦とろ飯を食べたことあるぐらいかな。
なあ、確かに牛タン屋では食べるよね、なぜだか。これ諸説あるんだけど、牛タン&とろろのセットっていうのは女性にも牛タンに親しんでいただきたいと、歌舞伎町の牛タン専門店根岸さんがやり出しっぺのようです。仙台じゃないんだ。とろろとの組み合わせはね。なるほど。結局そばつゆにつけて食べちゃいました。いや、それが普通でしょ。手打ちの細身のおそばは水切りもしっかりされて喉越しのいい美味しいおそば。でもとろろがまつわるとそばの味がぼやける感は否めない感じがする。言わんとすることはなんとなくわかる気がするような気がするけど、やっぱグリーンは森が好き。無理です。そばの味をダイレクトに味わえるから。確かに。でも今年で大規模な新そば祭りが終わってしまうっちゅうのは残念だね。So bad. So bad. そうだね。だけど幌加内にはいつ来ても美味しいそば屋さんがあるからいいじゃないか。視聴者さんにトイレの場所も教えてもらったしね。そうそう。これで安心だね。交流プラザって雪月花っていうそば屋さんがあるとこだよね。はいはい。そっか、あそこに確かにあったね。あったね。よかったね。前作の東川界隈を見て情報提供いただきました冬眠中さん、ありがとうございました。これで安心です。3. Fureng Minahuku. こちらも視聴者さん推しのお店。お盆絡みで3日間も名寄ステイで待ちました。名寄も静かでいいところだね。かと思えばイオンの本気モールまであるしね。札幌にあるのと変わらない規模のイオンモールあってびっくり。しかもマックスバリューと背中合わせ。しかもマックスバリューの隣も地場スーパー DD マートね。なかなか見かけないスーパーのスーパーミッシュゾーンでございましたね。おまわりさんもびっくりってことで待望の峰福さん。もともとはお寿司屋さんのようですね。お隣には食堂っぽいお店の名残の入り口が。前は食堂とお寿司の二刀流でやってらっしゃったのかしら。そのようですね。がアポーペンしちゃった感じの様子工状態ですね。はい中華屋さんもお寿司屋さんもあったんだけど、今は合体して中華屋さんなのに寿司がある的な。はい。いやさすがはお寿司屋さん、ちゃんとの大変美味しいお食事をいただきました。やっぱ町の定食屋さんとはワンステージ違うステータスを感じるお料理でしたね。はい、上品な味付けの食べやすい一口サイズのザンギ、美味しゅうございました。ニンニクの使い方が独特でしたね。香ばしくてご飯も固めの美味しいお米、漬物まで美味しいよ。これいい御膳でした。おつゆがお吸い物でね、お寿司屋さんっぽくね。下味はちょい甘めのお上品なおザンギって感じ。このおザンギ私好き。いつもザンギはこれがいい。香りおザンギ豊かで美味しかったね。 I love you です。 I love you. また味噌ラーメンの生姜が効いた優しいスープがおつでございましたね。豚汁っぽい味噌ラーメン。麺がまた北海道ではお目にかからないタイプの麺。中華麺なんだけど、縮れのちゃんぽん麺みたいな感じでしたね。これがまた優しいスープによく合う。札幌の味噌ラーメンとはまた違う、どこか懐かしい感じの味噌ラーメンでした。この味噌なら時々食べたくなるよね。優しいもん。ガツンとパンチ系の方にはおすすめしませんがね。女性や年配の方にも美味しくいただける味噌ラーメンね。はい、年配の足でも美味しくいただきました。こちらのお店はもう創業50年以上になるそうですよ。母さん気さくな方でしたね。ねえ、返しがさすがプロ。こちら何年ぐらいやってらっしゃるんですかって聞いたら、もう50年になります。1代で50年ですか。じゃあ母さん10代で始められたの？もうそれ盛りすぎってね。母さんそんな年には見えなかったからね。60代かと思ったね。楽しいひとときでしたとさね。 4. Nariolo Soft Cream Senka. 名寄温泉サンピラーに行く途中にありました千華さん。地元でもソフトクリームが美味しいって人気だという噂を聞きつけましてね。そういえば噂は最近どうなんだよ。噂聞かないね。夏休みなのもあり、近所の子供たちからファミリーライダーズまでたくさん来てましたね。はい、こちらではもちろん週替わりのソフトをいただきます。
今週はスペシャルいちごとチョコということでド定番っぽいラインナップですが、スペシャルいちごを注文。メシタビーズ的には意表ついたフレーバーを好みますんでね。特にフルーツ、桃やら柿、洋梨、ピーマンやらスイカにデコポン。デコポン美味しいよね。熊本へお出かけの際はぜひ食べてみてみてねえ、デコポンソフトは The best soft cream in my life ですな。 The best soft cream in my これ普 life. 通のストロベリーと違うすんごいベリー、ベリーベリーです。 Very berry. 目隠しして食べたらストロベリーとは思わないかもな。ねえ、何ベリーかな。ラズベリーかな、クランベリーか、ハルベリーかな、ジャックベリー？クインティンベリー。誰それ？メジャー6球団でプレーしたメジャーリーガー。今はカブスでコーチやってる。マニアック。こ Mania. れはすっきり爽やかで美味しいベリー。ねえ、これいいわ。フレッシュストロベリー使ってんのかな。しかし今年はアイスジェラート食べらさる。ねえ、エブリデイだね。 Every day. だって暑いもん。東北に逃げてきてだいぶ助かってるけど。ねえ、暑いのもあるけど溶けるのも早いよね。余計なものが入ってないナチュラルソフトってことの証じゃない？確かに溶けやすい、腐りやすいは安全安心の証ってね。そうなのよね。溶けにくいアイスにはご用心。んだ、おいちゃんこれ好きっすね。今まで食べたストロベリーで一番かも。層のストロベリーも抜いてね。そうっすか。月替わりじゃなく週替わりってのも飽きなくていいよね。ちなみにいちごの前はマンゴーだったんだって。おお、マンゴーも食べたかったな。ねえ、次なよろった時はどんなフレーバーなのか楽しみだね。なよろったって動詞？あら、どうしましょう。 5. ニューヨーク。 Nariolo Onsen Sun Pillar. 名寄駅前から車で15分くらい。名寄ジャンプ台のすぐ横にあります。以前もお邪魔しましてね。そうそう、前回はリニューアルして間もなかったんだよね。イエス。ただ露天風呂がないので外気浴ができないのがとっても残念。だけどさ、なくてよかったのかもよ。ここはバッタが大量発生してて外気浴どころじゃなかったっしょ、きっと。いやー、確かにすごいバッタバッタと飛んでましたよね。すんごいバッタ状態だね。あれぞ大量発生というやつです。雨降ってんのかなと思ったらバッタ降ってたから怖い。サウナは90度で15、6人サイズとゆったり。水風呂は16、7度くらい。2人がマックスかな。水シャワーが冷たくて気持ちよかったからもう満タン。 More man time. 整い椅子が4個に増えてたしね。増えて4個ね。幸運にもラージヒルのサマージャンピングのトライアルを見れて大満足。すごい迫力だね。初めて見たけど音がすごかった。47番笠谷幸雄くん、日課ウイスキー。昭和。 6. Shibetsu. Tanukiya Shock Door. 標津駅前にありますたぬき屋さん。店前にでっかいたぬきさんがいらっしゃいませっつって立ってたね。まさか立ってないでしょ。は？はい、こちらはうどん、ラーメン、定食、カツカレー、何でもある系昭和食堂って感じがいいですね。あれ、カツカレーあった？あったよ。知らなかった。前回にキャリーオーバー。過去には戻れますね。次回にキャリーオーバー。この日は2階で宴会やってたよ。それでか、土砂降りの中すんげえお客さん来るな思ってたんだよね。でしょう。はい、天ざるそば。天ぷらがフライドポテトみたいにバスケットに入ってて提供されるの初めてのスタイル。あら珍しい。なんか可愛いでしょ。エビ、えのき、春菊、舞茸、どれもサックサクで美味しいわ。えのきの天ぷらって美味しいよね。なかなか見かけないけどね。大阪の大吉以来のえの天でした。はい、お蕎麦がね、あれこれつい最近お見かけしたような手打ち平打ちタイプ。ほんまや。滝川の滝そばさんと似てるね。ねえ、思った。滝そばさんほど太くないけどツルッツルで腰が草薙剛、西川きよし、渥美清、氷川きよし、
太さが不揃いなのも愛情を感じるお蕎麦。つゆが甘めの魚粉系の香りがしてね。魚粉系珍しい。だよね。おつゆまで炊きそばさんと似てんなーって感じた。食べてみたい。初めて食べる人はちょっとびっくりするかもしれないね。びっくりしたい。びっくりするのは大好き。7. Today's katsu curry. Shibetsu. Gohan Yasan. カレーの評判がいいってことでやってきました。このカツカレーおじさん。なんとこちら14時から17時まで子ども食堂カレー無料ってことなんです。お腹空いたらいつでもおいで、子ども無料って書いてありました。すごい、泣けてくる。どういうからくりでそんなことができんのかしら。補助金ちゃんともらえてんのかな。ねえ、こういうことにこそ補助金いっぱい出してくれだよね。よね。ねえ、去年博報堂に補助金いくら出たか知ってる？2、30億出しましたか？5000億も。5000億。5000億？エスコンフィールド8個できちゃうよ。補助で5000億って。どういう補助？5000億言うたらね、マルちゃん東洋水産の年商に匹敵だからね。大企業の年商レベルの補助って。ねえ、ってことは負担してんのこれ国民だからね。Anyway, カレーうまし、サラシャバベストマイタイプのカレー。 The best my type. 家庭的でもあり玄人もうならせる、そんなバランスのカレーでした。ルー自体は濃いめなんだけど、ゴロゴロと入ってる具から出る旨味や水分と相まって絶妙な味バランスになっています。ねえ、今自分のこと玄人っつった？言っちゃった。ダメ？ダメ。お米も美味しいね。こんなに美味しく炊いてもらってお米も喜んでいるのではないでしょうか。あんまり美味しかったんでね、ルーおかわり頼んだの。ほらカレーって3回おかわりするのが基本でしょ。もちろんお金払うつもりでね。基本ではないと思うけど。したっけ？サービスしてくれた。うちのこと子供だと思ったのかな。なわけね。でもよかったね。本当は3回ぐらいおかわりしたかったんだけど、調子に乗らないの。このカレー好きですね。結構中辛の大人っぽいカレー。子供たちがこのカレーで育っちゃったら大変だよ。だって他で食べたらカレー美味しくないってなっちゃうからね。あら大変。誰かさんみたいにめんどくさいカレー親父になっちゃう。子供食堂に補助金は出るには出てるんだけどね、新規開設支援で上限10万円、継続運営支援で上限50万円だって。新規開設支援上限10万ってラーメン屋ののれん代にしかなんないんじゃないの？そうだよ。麺屋だってタダでくれるよ、のれんはね。それでのれんには何々製麺よりって書いてあるんだ。はい、そうです。博報堂と電通の看板には日本国民よりって書かにはならんね。そうだそうだ。いやー、美味しかった。ありがとうですね。ここご飯屋さんが子供たちのハッピー門出食堂になりますように。良い子の皆さん、こんなおじちゃんみたいになっちゃダメだよ。って子供はこのチャンネル見てません。見せられません。そうだった。8. Kenbuchi. Shandi Nivas Vadaku. 道の駅見物にできました。シャンディニーバスバダックだ。シャンディニーバスバダックさん、長沼にあるグリーンが大好きなカレー屋さんの姉妹店であります。はい、見物にもできたということで一目散にやってまいりました。こちらは道の駅ってことで、発見機で食券を買って呼び出しブザーを渡されて席で待つフードコートスタイル。本店とは真逆系のお店。インテリアは道の駅とは思えぬ素敵な感じだけど、なんか海外のレストランみたいな雰囲気だね。いや、わかる。メニューが多くて迷っちゃうね。まあねえ、すんごい迷ったんだけど、おちゃんはチキンマサラプラストッピングなるやつをチューズ。エビ吉のグリーンちゃんはエビとココナッツとベジタブルの2種盛りを。ブザーが鳴りに取りに行くと、あれどっちにもトッピングが乗っかっちゃってるよと思ったら、間違えて両方にトッピングしちゃったんです。よろしかったら召し上がってくださいだって。ラッキー。エコノミー席だったのに手違いがございまして、よろしければビジネスクラスへどうぞ状態。なあ、ホテルでもあったね。よろしかったらスイートへってね。
あったね。あれもラッキーだった。グアムでも大沼でもそうだったね。はいはい。広すぎてどうしていいか戸惑う二人。爆睡して短い夜だったけどね。優しい店主さん、ありがとうございます。得しちゃったね。カレーはやっぱりいろいろ混ぜて食べるのが美味しいからね。確かにインディカ米にはプラス50円で変更できちゃう。やっぱりインドカレーはインディカ米の方がいいんでかい？日本のお米で食べても美味しいよ。美味しい。南インドっぽいのかな。シャバめのルーがいいですね。スパイス、アチャールの酸味、甘みが混ざり合って素晴らしいハーモニーを奏でてくれます。やっぱり美味しいね、スパイスカレー。パパドのパリパリがまた欠かせませんね。ねえ、パパドうまし。チキンマサラが一番スパイシーで辛みもあってスワディッシュ。ベジタブルはトマトベースであっさりだし、エビココは甘さの中にほんのりスパイス出しだし、どれも美味しい。長沼本店と変わりない美味しさでしたね。よかったね。カレーはやっぱいろいろ混ぜ混ぜして食べるのが美味しいんだよね。ちょっと高くなっちゃうけど、せっかくならパパドまでトッピングされてるメニューを強く推奨だね。間違いない。Jacano Meshata Biwa Gachi Day Mata Tabathai Habolo Abila Ororong Kaiwai Death O Tano Shimi Ni See you soon。 ちょうど今回このナヨロの取材に来てた時にさ、あれナヨロのトウモロコシ畑にクマが現れたっつうニュース見た。マジで？なんか連日3日間でスイートコーン1000本食い荒らす被害があったなんて。食ったね。1000本やで。バレちゃったね。トウキビ美味しいのがクマにバレちゃったよ。これは大変だ。最近あれだよね、餌しあっちでもスイカだね。スイカ30個。いろいろ最近のクマはグルメになってきてるんだな。ね、なんか生態系が変わってきてるのの副作用なのかもしれないけどね。異常じゃない？今年のこの蚊のいなさ、ガのいなさ、すんごい助かるけどね。でもその分アブとバッタ。そうだ、バッタいた。びっくりしたな、マジで。あまりにもたくさんいるからぶつかっちゃうよね。建物、ホテルの壁とかにもびっしりバッタ張っついててね。すごいよね。クマには会いたいような気もするけど怖いですね、本当に。これね、猟友会に頼るじゃないか、いつも。なんで軍っていうか自衛隊とか警察はそれに対処しないのかなっていう。不思議だよね。なぜその駆除部隊みたいなのを作らないのかなっていうのはね、七不思議ですよ。確か猟友会だって大変だしさ、最近じゃあさ、クマがかわいそうだとかさ。そうだよ。なぜ殺さなきゃダメなんですかとかさ。いやいや、人食っちゃったら殺さない以外。あなたの子供が食われそうになっててそれが言えますかってね。そうだよ。かわいそうだって。あなた鶏肉と豚肉今までどんだけ食べてきたんですかっていう話ですよね。はい、そうです。そのエセ動物愛護はやめてください。そうなの。完全なるベジタリアンが言ってるんならまだしも。なんかね。きれい事を言うつもりはございませんが。でもね。散々鶏に牛さんも豚さんもいただいてきてますんでね。美味しくいただいております。日々自然動物たちに感謝で。それはクマだって腹が減りゃさ。ね。去年あたりはね、どんぐり多いって聞いてたんだけど。だからどんぐりをね、あんなちっちゃいのをね何百個食えば腹いっぱいになるって。いや、スイカの方がトウキビうまいよってこう。そうだよね。どんぐりよりトウキビの美味しさを知ってしまったんだな。しかも大量に一度に摂取できるからね。それを知っちゃったらやっぱりお腹もいっぱいになるし、水分も取れるしみたいな。だってどんぐりとトウキビじゃさ絶対トウキビの方がうまいもの。そうだよな。でも自衛隊にお願いしたらいいの？どうなんですかね。そうするとまたあれか、自衛隊に法整備からやらなきゃいけないのかもしれないけど、そういう部隊を作ったって山中にねこもったりとかいろいろあるわけじゃない。っていうか兵隊さんはね、そんな時にクマに出くわしたりしたら習得する必要があるわけだから、
そうだよね、うん山にこもって訓練するからさ、もしくは警察のそういう訓練も特殊してもいいだろうし、そこら中で鹿が出たとか熊が出たとかって言ったら警察引っ張り出されるわけだから、そうだよね、JR で鹿引きましたっつったら、なぜそこは民間なのかな。農家を公務員にしてください。本当に、畑の仕事をする人たちに高収入がいくように、漁師さん農家さんに高収入になるよになるようにしたいですね、そんな日本を作っていきたいですね。はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。私たちは食べるだけですけどいつも美味しいお米、あり野菜がとうございます。ありがとうございます。本当に日本の食べ物は美味しいですからね。美味しいね。食べていきましょう。食べて還元していきましょう。私たち